日本語が上手ですね、と言われたとき、どう反応すればいいでしょうか。本文にあるように、本当ですか？ありがとうございます、と喜びを伝えることもできます。しかし、日本人がこのように褒められた場合は、いいえ、まだまだです、のように答える人が多いと思われます。このように、自分のいい点を指摘された時など、それを認めたり誇ったりしないで、自分で自分のことを悪く言うことがあります。これを謙遜と言います。何か褒められたとき、いいえ、まだまだです、とか、そんなことないです、とんでもない、などと言って否定する人がいるのは、日本では自慢するより謙遜する方が美徳であると考える人が少なくないからです。同じように、例えば、日本人の家で、家の人がたくさんのご馳走を準備したのに、これを、何もありませんが、どうぞ、と言って勧めることがあります。またお土産などを渡すときに、これ、つまらないものですが、と言って渡す人もいます。謙遜は、自分のことだけではなく、自分の身内のことを言うときにも、時々使われます。例えば、自分の子供をかわいいですね、と褒められたときに、でも、言うことを聞かない子で、困ってるんですよのように言ったり、自分の配偶者について、素敵な人ですね、と言われて、いいえ、外では調子がいいんですけど、家に帰ったら全然役に立たなくて、などと悪く言ったりして、謙遜の習慣のない外国人に驚かれることも多いようです。日本語が上手ですね、と言われたとき、どう反応すればいいでしょうか。本文にあるように、本当ですか？ありがとうございます、と喜びを伝えることもできます。しかし、日本人がこのように褒められた場合は、いいえ、まだまだです、のように答える人が多いと思われます。このように、自分のいい点を指摘された時など、それを認めたり誇ったりしないで、自分で自分のことを悪く言うことがあります。これを謙遜と言います。何か褒められたとき、いいえ、まだまだです、とか、そんなことないです、とんでもない、などと言って否定する人がいるのは、日本では自慢するより謙遜する方が美徳であると考える人が少なくないからです。同じように、例えば、日本人の家で、家の人がたくさんのご馳走を準備したのに、これを、何もありませんが、どうぞ、と言って勧めることがあります。またお土産などを渡すときに、これ、つまらないものですが、と言って渡す人もいます。謙遜は、自分のことだけではなく、自分の身内のことを言うときにも、時々使われます。例えば、自分の子供をかわいいですね、と褒められたときに、でも、言うことを聞かない子で、困ってるんですよのように言ったり、自分の配偶者について、素敵な人ですね、と言われて、いいえ、外では調子がいいんですけど、家に帰ったら全然役に立たなくて、などと悪く言ったりして、謙遜の習慣のない外国人に驚かれることも多いようです。